dreamed it'd be. 皆さんこんにちは。本日も館長をご視聴いただきありがとうございます。ハイラックスオーナーの豊です。本日はですね、ゲストに実はみかん城の方で接骨院をされながらハイラックスオーナーということで、本日はハイラックスオーナーの小野先生に登場していただきたいと思います。よろしくお願いします。先生、先生からご連絡いただいて、僕すごい楽しみにしていたことが、小野先生のハイラックスは、タコマフェイスということで、これはどのようなパーツになるんですか？僕もあんま詳しくないんですけど、石川県の会社でこれをグリルを取り扱っているっていうので、たまたまインスタで見てかっこいいなと思って。なるほど、このパーツ、ちなみにこのグリルを変えるとなると、普段タコマ風のねアルファベットロゴをつけてる方っていうのはグリルだけを変更してると思うんですけども、真ん中だけですね。でもこれ小野先生のハイラックス自体はエアロもフロントバンパーも変わってる形状になってるんですか？そうです。なのでエアロキットと、グリルの交換をするパーツだと思うんですけれども、ちなみに他のカスタムパーツとかあれば教えてください。これかな、オーバーフェンダーです。ただこれジャオスのやつなんですけど、この顔ってやっぱ合ってないんで。そうですね、もうジャオスのオーバーフェンダーをつけられてるんですけれども、フロントバンパーと形状が変わってるので、フロント部が少し余りが出ちゃう感じですね。でも見た感じそんなに気になる感じはしないんですけれども、一応このグリルを作っている会社でもオーバーフェンダーあるんですけど、それだとちょっと僕はごつすぎる。ごつすぎるとね、ちょっとそこはまあいいかな。で薄めのジャオスです。なるほど、ちなみにこのフロントバンパーに交換されたっていうことで、このパーツ自体はこれ送られてくるときは未塗装のものになるんですか？未塗装ですね。もう色も多分自分で選べます。どこ全く何もない状態でパーツだけ。なるほどね。じゃあ車屋さんだとか、塗装屋さんに依頼して、自分の好きなカラーに塗装することができるわけですね。ちなみにこのエアロキットっていうのはおいくらぐらいで購入できるんですか？21万円ほど。結構しますね。ただやっぱりグリルだけを交換してるパーツよりもは海外トヨタ感がすごい感じられるっていうのが、その会社自体もタコマをパクった。いやもうフロントベースが全然違うっていうのと、ただやっぱりこのフロントグリルモールっていうのが飛行機型の X グレード Z グレード X だと黒のパーツになりますし、 Z だとメッキ褐色になるんですけれども、ただやっぱりこのグリルモールディングがこの同色ということで、最近販売された GR スポーツグレードとちょっと同じような感じになってるんですけども、ただやっぱりこのグリルモールディングが前に出てることで、タコマルックになってるので、もう見た感じ明らか違うんですよ。このフロントのバンパーの形状がやっぱり全く違っててね、タイヤがすごい見えるんで、このエアロキットつけた場合はやっぱりオフロードタイヤを履かせてちょっと見せたい感じですよね。こんな大きいのがいいんですけど。ちなみに小野先生、こうやってハイラックスオーナーの皆さんに僕いつも気になって聞くんですけれども、どういうきっかけでハイラックスを購入されたんですか？もともとラングラーに乗ってて、四駆好きなんですね。四駆好きです。で、車検で車屋に行ったんですけど、これはもう一目惚れみたいな。そうですね。後輩も乗ってて、いいなとかはずっと思ってたんですけど、後輩の方が乗って見えたってことは多分前期型か、もしくはブラックラリーエディションですよね。見た目的に前期ブラックラリーエディション、そして後期と顔が変わっていて気づきだと思うんですけれども、僕ももともと前期のハイラックス見た時から結構欲しくて、でブラックラリーエディション見た時にもうこれ買おうと思ったぐらいだったんですけれども、ただ時期的に僕は後期型買うことになったんですけど、このハイラックス小野先生乗っててよかったなと思う点とかあればぜひ教えてください。そうですね。まずやっぱり駐車場に行くとき、前からかっこいい、後ろから見てもかっこいい。これがまず一番。そうですね。乗っててもラングラーはやっぱり縦揺れの段差とかもすごいこれの方がまだちょっとないですね。僕はもうハイラックス乗り換えてから段差の突き上げがもう結構気になるなとは思ってた。突き上げ全然マシですよ。本当ですか？ラングラーに比べて全然マシです。そうなんですね。なんで乗りやすいですね。最初はやっぱ長かったんで、車体が駐車場ちょっと苦労しましたけど、なるほど、全然慣れれば普通の乗用車と何も変わらない。ちなみにラングラーのドアってあるじゃないですか、あれ結構強く閉めないと閉まらないっていうこと聞いたことある。閉まらないですし、紐でつながってるんですよ。調節ができないんですよ。なるほどね。扉の。そうなんだ。僕の知り合いでラングラー乗ってる方がいて、このハイラックス乗せた時にいつも強く閉めるんですよ。ドーンってそんな強く閉めなくてもこの車閉まるよって言ってるんですけど、
ど、はい癖でね結構こう強く締めてしまう癖になっちゃうみたいで、はいラングラー乗ると。はいもともとラングラー乗ってた小野先生が、はいやっぱりハイラックス乗ると突き上げが減るということと、はいあとドアも軽くなるという。そうですね。あと調節ができるんで、はい風が強い日でも、はいラングラー紐なんでグランっていっちゃああ、なるほどね。じゃあもうラングラーからハイラックスに乗り換えるともう乗り心地も使い勝手もそうです良くなるという。う、はい、ただ困るのは本当駐車場だけです。ああ、長さだけですね。長さと場所によっては、はいバスの方とかうんに止めさせられちゃうことがあるんで、ああ、確かにね移。動距離、ねそれぐらいですね。燃費もラングラーに比べて全然いいです。はいはいはい。駐車場向かうとき、どこかショッピングモールに行ったときに、こう車がすぐ見つけやすいっていうのそうと、ですねはいあと見つけたときにすごいかっこいいなと、毎回かっこいい毎回思いますよね。はい今回三河安城の方で接骨院をされている小野先生のハイラックスをご紹介させていただくとともに、はいぜひ小野先生の接骨院のはい PR もぜひしていただきたいと思います。はい。僕はずっと柔道、今もやってるんですけど、はいその柔道のはい流れで接骨院をやっております。とにかく丁寧に、怪我も得意なんですけども、はいその他、肩こりであったり、うん腰痛であったり、はいあと交通事故、はい。はいなるほど。はいちなみに小野先生の小野接骨院はですね、三河安城駅から徒歩でだいたい5分ぐらいのね、とてもアクセスがいいところにはいありますので、ご興味のある方はぜひ、こちらかな、小野先生のインスタグラム、もしくははい小野先生のね、小野接骨院の、はサイトの URL だとかをはい概要欄の方に載せておきますので、はいありがとうございます予約をしていただいは予て、約優先でやっております。はい、体のメンテナンスですね。そうですね。したい方はぜひ小野先生の接骨院の方にお越しいただきたいと思います。小野先生、本日はね、お時間作っていただきありがとうございます。はい、すみません。こちらこそすみません。はい、本日は小野接骨院の小野先生にゲストに来ていただき、小野先生のハイラックスをご紹介させていただきました。今後も皆さんのハイラックスをぜひこのガンチューブでご紹介させていただきたいと思いますので、ご興味のある方は直接メールにて、もしくはインスタグラムの DM にてご連絡いただけたらと思います。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。動画がいいと思ったらいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。